フランス王妃マリー・アントワネットという人物。華やかさの裏にある孤独に焦点を当てる。誤解と評価のズレが積み重なった人生。その変化の流れを静かに追っていく。聞いていきましょう。名前だけで評価が決まってしまう人物がいる。マリー・アントワネット。贅沢だった王妃、そう語られる。だがそれで終わる話ではない。本当に彼女は贅沢だったのか、それともそう見えただけなのか。彼女は贅沢だったのではない。孤独だった。この一行で見え方は変わる。ここからはその違いを静かに見ていく。時間を戻し、まだ何も背負っていない頃へ向かう。物語の始まりはオーストリアの宮廷。音楽と舞踏に囲まれた空間の中で少女は育つ。空気は穏やかで、時間はゆっくり流れていく。厳しい教育もあったとされるが、日常の一部に近い。政治の重みを意識することはまだない。自分の未来がどこへ向かうのかもわからない。ただ日常が続いていく。その中で少女は成長していく。だが未来は静かに決められていた。家と家を結びつける役割の中で彼女は位置づけられる。本人の意思とは関係なく流れは進んでいく。ここで最初の転機が訪れる。14歳という年齢で人生の方向は大きく変わる。フランスへの嫁入りが決まり、政略結婚が現実となる。すでに整えられた道の上に立たされる。ここで一つ少しだけ想像してみてほしい。見知らぬ国へ向かうことの重さを、言葉も文化も違う場所で生きる不安を。彼女はそれを選んでいない。それでも進むしかないという現実がある。故郷を離れる日が訪れる。見慣れた景色は遠ざかり、家族との距離も開いていく。その瞬間から彼女の時間は別の流れへと変わる。フランス・ベルサイユ宮殿。目に映るのは圧倒的な豪華さだが、その内側は違う。作法が細かく定められ、日常の動きが制限されていく。一つ一つの行動に意味があり、視線が常に存在する。自由という感覚はゆっくりと消えていく。少女には理解しきれない世界の中でただ適応を求められる。そして静かな孤独が始まる。誰にも頼れない状況の中で時間だけが過ぎていく。気軽に話せる相手も見つからず、言葉も壁として残る。心が落ち着く場所がないという事実は静かに積み重なる。心を落ち着ける場所がないまま日々が続いていくが、宮殿の広さとは裏腹に内側は狭く感じられていく。誰かと笑っていてもその奥には空白が残る。その空白は消そうとするほど浮かび上がる。ここで小さな変化が始まる。彼女は楽しみを求めるようになっていく。舞踏会や社交の場に身を置きながら、少しでも安心できる時間を探していく。周囲に溶け込むことで自分を保とうとするが、その行動は外から別の意味で見られていく。華やかな姿は楽しんでいるように映る。あるいは贅沢に浸っているとも受け取られる。ここに誤解が生まれる。小さな違和感がやがて評価へと変わる。その評価は本人の意図とは離れて広がっていく。やがて彼女は王太子妃となり、さらに強い視線の中に置かれていく。期待は増え、同時に重圧も増していくが、理解だけは深まらないまま残る。距離は少しずつ広がっていく。ここで一度考えてみたくなる。理解されないまま見られ続けることの重さを。それでも彼女は立ち続ける。華やかさを手放さずに。それは贅沢というより崩れないための形でもあった。だが時代は静かに動き続けている。国の財政は悪化していく中で、民衆の生活は確実に苦しくなっていく。原因は複雑に絡み合っているが、人は単純な象徴を求めてしまう。その矢印が彼女へと向かっていく。王妃となったことで立場は重くなり、自由はさらに失われていく。周囲の視線は鋭さを増しながら、彼女の行動すべてを意味づけていく。何が正しいのかわからないまま、それでも選び続けなければならない。
ここで第二の転機が訪れる。フランス革命という出来事が空気そのものを変えていく。これまでの秩序は崩れ始め、王室は一気に追い詰められていく。ベルサイユを離れることになり、パリへと移されることで状況は変わる。生活は制限され、行動は常に見られるものとなる。その中で彼女は揺れながらも立つ。ここで一つ静かな変化がある。それまでとは違う強さが表に出る。母としての意識が前に出ながら、家族を守るという行動が中心になる。華やかさの奥にあったものが少しずつ見え始めていく。あなたならどうするだろうか。すべてを失いかけた状況の中で何を選ぶのかを考えてみる。彼女は逃げることを選ばず、その場に止まるという選択をする。ここで一つ確かな線が見えてくる。ここまでで彼女の印象は大きく変わる。贅沢という評価の裏にある孤独が見える。誤解が積み重なり距離が広がっていく。ここから先はさらに厳しい局面へ進んでいく。では続きを。革命の空気はさらに強くなりながら街全体を覆っていく。人々の視線は少しずつ変わり、その違いは消えない。互いを見る目に疑いが混じり、やがて矛先は彼女へ向く。ここで評価が揺れる。一気ではないが確実に崩れ始める。噂は静かに広がり、繰り返される中で形を持つ。真実かどうかではない、どう見えるかが重くなる。その流れの中で彼女の立場はゆっくりとほどける。見える場所にいながら届かない存在へと変わる。距離は広がり、埋める術はない。味方だった人間も離れ始めるが、それは目立たない。言葉は減り、沈黙が残る時間が増えていく。その沈黙は重く、何も語らないまま状況を示す。表面は保たれている。だが内側はもう違う。ここで静かな崩壊が始まる。音はないが止まらない。彼女はその中心にいる。しかし動けない。選択肢は減る。残された道も輪郭が曖昧になる。逃げるか残るか、その問いさえ意味を失い始める。それでも彼女は止まる。理由は語られない。ただ選んでいる。ここにいるという選択を。時間の流れが遅くなる。同じ景色が続くが空気だけが変わっている。小さな変化の積み重ねが戻れない位置へと運ぶ。ここで孤立は形になる。信じられるものは減り、頼れるものも消えていく。残るのは自分だけという感覚。それでも立ち続ける。崩れないように姿を保つ。ここで内側に変化が生まれる。焦りは薄れ、抵抗も少しずつ遠ざかる。残るのは受け入れるという静かな感覚。それは諦めではない。形を変えた強さ。ここで彼女は決める。戻らないという選択を。振り返らず前だけを見る。その瞬間、流れは固まる。ここで止まる。一拍、空気が沈む。そしてまた動く。視線は集まり、逃げ場は消える。それでも動かない。その姿は変わらない。ここで流れは一方向になる。誰も止めないし、止めることもできない。時間だけが進み、すべてを押し流す。一つ一つの瞬間が長く感じられる。それでも終わりへと近づいている。静かに、確実に、空気がさらに変わる。音が減り、動きも少なくなる。だが内側では緊張が高まる。ここで理解する。すべてはここに向かっていたということ。その理解はすぐに言葉にならない。胸の奥に残り、消えずに広がる。視点が少しだけ変わる。外ではなく内側へ。彼女の中で何かが固まる。揺れていたものが動かなくなる。迷いは残るが、揺れは小さい。ここで時間の感覚がさらに変わる。一日が長く感じられる。同じ出来事でも重さが違う。それが積み重なり、周囲の態度も変わる。表に出る言葉が減り、代わりに視線が増える。その視線が全てを示す。
彼女はそれを理解する。だが反応はしない。ここで距離が完成する。埋めることのできない距離。誰も越えないし、誰も越えられない。それでも場は続き、日々は流れる。静けさが深くなる。音が減り、会話も減る。緊張だけが空気の存在になる。ここで彼女は選び続ける。何も変えないこと、動かないこと。それが結果になるが、一つの疑問が残る。それでよかったのか、別の選択はあったのか。答えは出ないまま、時間は進む。さらに孤立が進む。彼女はそれを受け入れ、拒まない。ただそこにいる。ここで内側の動きが止まる。感情は大きく動かないし、表に出ることもない。ただ静かに存在し、それが強さになる。ここで一つの区切りが見える。その圧はさらに強くなる。彼女の位置は変わらない。だが周囲は変わる。ここで決定的になる。もう戻らない事実だけが残る。一度、呼吸を整えわずかな静止。そしてまた進む。終わりの影が見えはっきりと、準備が始まる。それでも日々は続く。誰も言わないが、全員が理解している。その中で彼女は立つ。姿は変わらない。最後の段階に入り、時間の進み方が変わる。一瞬が長く、それが続く。後戻りはなく、ただ前へ静かに進む。その足取りは変わることはなく、視線は揺れない。呼吸は浅いが、それでも止まらない。ここで全ての条件が整う。誰も否定しない。誰も止めない。空気が沈む。その重さは消えないまま残り、場の空気を静かに押し下げていく。目に見えないが、確実にそこにあり続ける。彼女はそれを理解しているが、表には出さない。動かないという選択が、ここでは最も重い意味を持つ。流れはさらに狭まり、できることは少なくなっていく。残された選択は形だけになるが、それでも崩さない。日々は続くが、同じ一日はもう戻らない。一日ごとに重さが増し、その違いははっきりしていく。言葉にできない感覚が内側に積み重なっていく。ここで時間の感覚が歪み始める。長く感じる瞬間と短く過ぎる瞬間が混ざり合う。その差が広がるほど現実の輪郭は曖昧になる。彼女はその中でただ受け止めている。外に出ることはなく、内側で処理していく。ここで静けさが一段深くなる。動きは減り、声も減るが、視線だけは増えていく。その視線は圧となり、空間そのものを支配する。彼女はそれを避けず、受け止めることで均衡を保つ。ここで覚悟が形になる。言葉ではなく、姿として現れる。誰に見せるものでもなく、自分の中で固まる。その変化は小さいが、揺るがない。ここで一度、流れが緩む。呼吸が整い、わずかな静止が生まれる。だがすぐに動き出し、時間は止まらない。ここから先は戻らない領域になる。流れは一方向に固定され、変える余地はない。誰も止めようとしないし、止めることもできない。ただ進む、その事実だけが残る。終わりへと向かう流れが、はっきりと見える。ここで、全てが遅れる。一瞬が引き伸ばされ、時間の密度が変わる。空気が沈み、音が遠くなる。その中で彼女だけが輪郭を保つ。夫ルイ16世の処刑がその流れを決定づける。支えは消え、彼女は完全に一人になる。それでも崩れないのはすでに覚悟があるから。ここから先は別の時間として進んでいく。裁判が始まり、非難は容赦なく向けられる。その一つ一つを静かに受け止めていく。感情は大きく動かないが、内側では整理されている。表に出さないことが逆に強さとして映る。見る側の印象も少しずつ変わり始める。だが流れそのものは変わらない。結末は近づき、空気はさらに張り詰めていく。音は減り、動きも制限されるが、人は集まる。その場に向かう意識が一点に収束していく。
処刑の日の朝は静かに始まる。特別な音はないが空気の重さが違う。その違いは誰もが感じ取っている。人々が集まり、視線が一点に集中する。その中で彼女は現れる。装飾はなく、余計な要素もない。だが、その姿には揺るぎがない。視線は下がらず、迷いも見えない。そのまま前へ進み、歩みを止めない。ここで時間が遅くなる。一歩ごとの間隔が長くなり、間隔が伸びる。それでも歩みは一定で、乱れない。逃げるという選択は最初から存在しない。周囲は静まり返り、誰も声を発しない。動きも止まり、ただ見つめるだけになる。その中で彼女は進み続ける。処刑台が近づき、空気はさらに沈む。ここで終わりが確定する。一瞬が重なり、すべてが一点に収束する。その時間は短いが非常に長く感じられる。そして終わる。静かに、確実に。音はなく、ただ結果だけが残る。だがその場に残るものがある。名前という形で残り、消えることはない。記憶として積み重なり、時間を超えていく。印象として定着し、人の中に残る。それは単なる出来事ではなく、一つの象徴になる。ここで物語は閉じる。だが完全に終わるわけではない。問いとして残り続ける。何が正しかったのか、何が選ばれたのか、その答えは一つではない。見る側によって変わり続ける。ここで視点がもう一度引かれる。一人の人生としてではなく、時代の中の一つとして。その中での役割と選択が重なって見える。個人と時代の境界は曖昧になる。彼女はその境界の中にいた。ここで最後の余韻が残る。言葉にしきれない感覚だけが広がる。音は消え、時間の感覚も薄れる。ただ印象だけが残る。それがこの物語のすべて。静かに受け止める時間が続く。すぐに答えを出す必要はない。ただ感じることで十分。その余韻がゆっくりと広がっていく。やがて日常へと戻るが、何かが残る。それがこの話の意味になる。ここで完全に静かになる。そして物語は終わる。静かな時間の中でこの人物の姿がどう残ったでしょうか。答えは一つではなく、それぞれの中に残るものだと思います。無理に結論を出さず、そのまま受け取ってみてください。楊貴妃、唐の時代に生きた希代の美女、愛と運命に翻弄された生涯。それでは聞いていきましょう。楊貴妃、中国四大美女の一人として知られる女性。彼女はただ美しいだけの存在ではなかった。一人の皇帝に深く愛され、その愛が巨大な帝国を揺らしていく。後に国を傾けた女とまで語られる存在。それが楊貴妃だった。楊貴妃の本名は楊玉環。唐の時代に生まれた女性だった。当時の唐は世界最大級の国家で、都の長安には世界中から人と文化が集まっていた。異国の商人、華やかな市場、夜まで続く宴、音楽と舞。唐は黄金時代の真っ只中にあった。楊玉環はそんな時代を生きた。彼女は若い頃から美貌で知られていた。だが最初から皇帝の后だったわけではない。もともとは皇帝の息子の后だった。つまり最初は皇帝から見れば義理の娘のような存在だった。しかし後に唐の皇帝玄宗が彼女へ強く惹かれていく。玄宗は若い頃有能な皇帝として知られていた。政治を立て直し唐の繁栄を築いた人物。人々からも高く評価されていた。だが晩年彼は楊玉環へ深く溺れていく。楊玉環は一度道教の尼となり宮廷を離れた。だがその後再び宮廷へ戻される。そして楊貴妃の名を与えられた。貴妃とは側室の中でも極めて高い地位だった。玄宗は彼女を深く寵愛した。
宮廷では豪華な宴が繰り返される。音楽が流れ、舞が披露され、夜遅くまで笑い声が続いた。楊貴妃は舞や音楽にも優れていたと言われている。特にその所作は美しかったという。多くの人が彼女に視線を奪われた。玄宗もまた楊貴妃と過ごす時間を何より求めるようになる。有名なのが雷池の話だった。楊貴妃は雷池を好んでいたと言われる。だが雷池は南の果物で、長安まで運ぶには長い距離があった。それでも玄宗は馬を飛ばし、新鮮なまま届けさせた。人々はそこに皇帝の異常な執着を感じ始める。以前の玄宗は毎日のように政務を確認していた。だが次第に政治よりも宮廷で過ごす時間が増えていく。楊貴妃の一族も次々に出世した。特にいとこの楊国忠は大きな権力を持つようになる。それを快く思わない者も多かった。宮廷では静かな不満が少しずつ広がっていく。だが玄宗は気にしない。彼は楊貴妃を失うことを恐れていた。宮廷では楊貴妃が現れるだけで空気が変わるとも言われた。宴の場では人々が彼女の動きを目で追っていた。それほどまでに存在感が大きくなっていた。一方で国の外では別の空気が生まれていた。北方で巨大な軍事力を持つ男が現れる。安禄山、異民族出身の武将だった。彼は陽気で人懐っこく、人の懐へ入るのがうまい人物だった。玄宗からも強く信頼されていた。宮廷への出入りも許されていたと言われる。楊貴妃とも近い存在だったという説が残る。だがその裏で安禄山は巨大な軍を握っていた。朝廷の中には彼を危険視する者もいた。しかし長い平和の中で宮廷は危機感を失っていた。華やかな宴、贅沢な暮らし、美しい音楽、多くの人がこの平和が続くと思っていた。だがその裏側では少しずつ歯車が狂い始めていた。皇帝の寵愛、一族への権力集中、宮廷内の不満、巨大な軍事力を持つ武将、すべてが静かにつながり始める。楊貴妃自身も周囲から向けられる視線を感じていたと言われる。だが彼女は皇帝に逆らえる立場ではなかった。愛されるほどに彼女の存在は巨大になっていく。そして巨大になるほど周囲の感情も激しくなっていった。玄宗は楊貴妃を見つめ、楊貴妃は皇帝を支え続ける。二人は確かに愛し合っていたとも言われる。だがその愛は少しずつ国全体を巻き込み始めていた。長安の街はまだ華やかだった。人々は笑い、市場には音楽が流れている。しかしその空気の奥では大きな崩壊が近づいていた。後に唐を揺るがす大事件、安史の乱。その巨大な内乱によって楊貴妃の運命は大きく変わっていく。唐の華やかさの中で生き、愛と芸術に包まれながらも見えない影を抱えていた人物。後半ではその運命を追っていく。では続きをどうぞ。安史の乱、それは唐という巨大国家を崩壊寸前まで追い込んだ内乱だった。755年、安禄山は反乱を開始する。巨大な軍勢は各地を制圧しながら進軍した。唐の朝廷は混乱に包まれていく。長安にも緊張が走った。それまで華やかだった宮廷の空気は変わり始める。音楽よりも不安の声が広がっていった。玄宗は動揺していた。かつて絶対的だった皇帝の権威も揺らぎ始める。朝廷内では責任を求める声が強くなっていった。その中で楊国忠は安禄山と対立を深めていく。そして戦況は悪化した。反乱軍は勢いを増し、長安も安全ではなくなる。玄宗は都を離れる決断を下した。皇帝一行は蜀の地へ向け逃亡を始める。楊貴妃も同行した。豪華だった宮廷生活は消えていた。逃亡の道は過酷だった。兵士たちは疲弊し、食料も不足していく。
不満は限界に近づいていた。多くの兵士は考えていた。なぜ国はここまで壊れたのかと。そして怒りの矛先は陽国中へ向かう。皇帝が楊貴妃へ溺れ、一族へ権力を集中させたこと、それが国を乱した原因だと考えられていた。やがて一行は馬海派へ到着する。そこで兵士たちの怒りは爆発した。楊国中は殺害される。だが兵士たちの怒りは収まらない。彼らはさらに要求した。楊貴妃も処刑しなければ進まないと。玄宗は拒否した。深く愛した女性だった。手放せるはずがなかった。だが兵士たちは動かない。このままでは軍が崩壊する。皇帝は追い詰められていく。そして最後に楊貴妃の死が決まった。彼女はまだ30代だった。死因については諸説ある。だが一般的には首を吊らされたという説が有力とされている。政治のための死だった。愛された女性は最後には国を鎮めるため命を失った。玄宗はその死を止められなかった。彼は深く傷ついたと言われる。愛する女性を守れなかった記憶は晩年まで消えなかった。一方で唐も大きく衰えていく。安史の乱による被害は非常に大きかった。多くの人々が命を失い、巨大国家だった唐は弱っていく。かつての黄金時代は終わり始めていた。そして楊貴妃の存在だけが強烈な余韻として残る。後の時代、詩人の白居易は長言歌を書く。玄宗と楊貴妃の悲恋を描いた長い詩だった。その作品によって楊貴妃はさらに伝説的な存在になっていく。彼女は単なる美女ではなかった。愛と権力、栄華と崩壊、欲望と悲劇、その全てを象徴する存在となった。だからこそ1000年以上経った今も語られている。楊貴妃は一人の皇帝に深く愛された女性だった。だがその愛はやがて国家そのものを揺るがしていく。玄宗は楊貴妃を失った後、以前のような皇帝ではいられなかったと言われる。愛した記憶だけが残り続けた。華やかな宮廷、音楽、間合い、笑い声、その全ては過去になっていく。楊貴妃の人生は短かった。だがその存在は歴史の中で極めて大きな痕跡を残した。美しい女性としてだけではない。一つの時代を象徴する存在として人々の記憶に刻まれている。愛されること、権力の中心に立つこと、その重さを楊貴妃は最後まで背負い続けた。もし彼女が普通の女性だったなら違う人生もあったのかもしれない。だが彼女を伝説として残した。そして今も楊貴妃という名前は語り継がれている。唐の黄金時代を彩った美女、その裏で愛と悲劇を抱え続けた女性、楊貴妃の物語は華やかで美しく、そしてどこか恐ろしい。一人の皇帝が一人の女性へ溺れていく。その感情が国を巻き込み、多くの人々の運命を変えていった。楊貴妃は歴史の中で今も生き続けている。楊貴妃の歩みは華やかで儚く、愛と運命が交差し、その美しさは時代を超え語り継がれている。私もこの目で楊貴妃を見てみたかったです。どれだけ美しかったのでしょう。美空ひばり、名前を聞くだけでなんか涙が出てきてしまう。国民的人気者だが、その人生は華やかさだけでは語れない。壊れながらも歌い続けた人、聞いていきましょう。この人は最後まで歌うことをやめなかった。声が変わっても体が壊れても舞台に立ち続けた。ここに異常さがある。美空ひばりという名前、誰もが知る歌手、昭和の象徴とされる存在。だが始まりは普通ではない。子供だった。横浜で生まれる。戦後の混乱の中、
生活は決して楽ではない。娯楽も少ない時代。その中で歌う。声が違った。子供の声ではない。深さがあった。重さがあった。経験していない感情を歌う。ここに違和感がある。だがその違和感が人を止める。聞いた瞬間に残る。普通ではないとわかる。ここで流れが生まれる。ステージに立つ。観客が静まる。子供が歌う。だが空気が変わる。大人が聞き入る。この時点で異常だった。そして売れる。一気に広がる。名前が知られる。だが代償もある。子供でいられない。常に見られる。常に求められる。ここで負担が始まる。だが止まらない。歌うしかない。それが全てだった。やがて成長する。子供ではなくなる。ここで変化が起きる。評価が揺れる。批判が出る。スキャンダルが出る。世間の視線が変わる。支持だけではなくなる。否定が混ざる。ここで落ちる。人気が揺らぐ。ここで終わることもできた。だが終わらない。また歌う。それだけを続ける。理由は単純だった。歌うしかない。それが人生だった。だがその単純さが重い。周囲は離れる。批判は残る。孤独が近づく。それでも歌う。ここに執念がある。時代が変わる。音楽も変わる。新しい歌詞が出る。流れは移る。ここで再び落ちる。だが消えない。声が残る。存在が残る。ここに強さがある。やがて再評価される。歌で戻る。言葉ではない。行動でもない。歌そのもの。ここに特徴がある。だが体は変わる。無理が積み重なる。病気が出る。体が崩れ始める。声も変わる。ここで終わる理由が揃う。年齢、体調、負担、すべてが限界に近い。ここで終わったと思う。だが終わらない。また歌う。また立つ。この繰り返し。ここで見えてくる。才能ではない。続けること。それが全てだった。だが普通ではない。壊れながら続ける。ここに異常がある。ここで一度深く落ちる。声が出ない日がある。思うように歌えない。体が動かない。ステージに立つだけで限界。ここで終わる理由は十分にある。だが終わらない。無理にでも歌う。ここに狂気がある。歌うことをやめない。それだけだった。また立つ。また歌う。ここでわかる。美空ひばりは歌そのものだった。人生と切り離せない。やめることができない。ここに本質がある。また彼女は特別な瞬間で語れない。一発ではない。続けることで形になる。それが特徴だった。ここで振り返る。子供として始まる。売れる。落ちる。批判される。壊れる。それでも続ける。この流れ。すべてがつながる。特別な一瞬ではない。積み重ねの時間。それが形になる。ここで見えてくる。才能は入り口に過ぎない。続けることで意味になる。ここでさらに落ちる。体調は悪化する。回復は遅い。限界に近い。ここで終わる理由は揃う。だが終わらない。また歌う。また立つ。この執念が残る。ここでわかる。続けることは選択。だがやめない。それが全てだった。また時代は終わりに近づく。昭和が終わる。だが彼女は止まらない。体は限界。それでも歌う。なぜかやめられない。それが理由だった。歌うことが人生だった。ここで一つ見えてくる。壊れても残るもの。声ではない。行動でもない。続けた時間。それが残る。ここに重みがある。ここで静かに近づく。最後の時間。だが止まらない。ここに終わりはない。ただ続く。それが人生だった。ここで立ち止まる。何度も終わりがあった。だが終わらなかった。ここが分かれ目だった。
条件ではない。内側の衝動。それが全てだった。美空ひばりは選び続けた。壊れても歌う。苦しくても歌う。それだけだった。だがそれが全てだった。ここで静かに次へ進む。ここから先はさらに重くなる。成功ではなく継続の話になる。壊れながら続けた意味が見えてくる。ここで初めて理解できる。歌は結果ではなかった。生き方そのものだった。ここに全てがある。ここまでで見えるのは壊れながらの継続。才能よりも続けること。終わる理由があっても止まらなかった。この先でその継続の重さがさらに見えてきます。ここから先はさらに重く長い時間になる。成功ではなく続けることの意味が問われる。美空ひばりは止まらなかった。だが順調ではない。むしろ壊れながら進んでいく。ここに特徴がある。体は確実に弱っていく。無理は積み重なっている。それでも舞台に立つ。それでも歌う。ここで選択が続く。やめるか続けるか。彼女は迷わない。続ける。それだけだった。だがその単純さが重い。声は以前とは違う。音程も揺れる。呼吸も浅い。それでも歌う。ここに価値がある。完璧ではない。だが伝わる。観客は感じる。技術ではない何か。それが届く。ここに変化がある。評価の軸が変わる。上手さから生き方へ。ここで次の段階に入る。だが現実は厳しい。体調はさらに悪化する。病気は進む。回復は追いつかない。ここで終わる理由は揃う。それでも終わらない。また立つ。また歌う。この繰り返し。ここで深く落ちる。声が出ない日がある。歌えない日がある。ステージに立てない日もある。ここで初めて止まるか迷う。だが戻る。また立つ。ここに執念がある。また観客の前に出る。体は震える。足も安定しない。それでも歌う。ここに狂気がある。歌うことをやめない。それが全てだった。また立つ。また歌う。この反復。ここで見えてくる。美空ひばりは歌そのものだった。切り離せない。やめるという選択がない。ここに本質がある。また周囲は変わる。支える人も変わる。環境も変わる。だが彼女は変わらない。歌う。それだけ。ここに一貫性がある。また孤独が深くなる。ステージの上は一人。代わりはいない。ここに孤独がある。だが弾かない。また歌う。また立つ。ここでまた落ちる。体はさらに弱る。呼吸も乱れる。長く立てない。それでも立つ。ここに意志がある。観客は見る。完璧ではない姿。だが目を離せない。ここに理由がある。上手さではない。続けてきた重さ。それが見える。ここで評価が変わる。数字では測れない。比較もできない。別の価値になる。ここに到達する。また彼女は逃げない。状態を隠さない。そのまま見せる。ここに覚悟がある。ここで一つの頂点が来る。最後に近いステージ。体は限界。声も限界。だが歌う。ここが確信だった。完璧ではない。だが止めない。ここに全てがある。観客は知る。これが最後に近い。だが誰も言わない。静かに聞く。空気が変わる。音が残る。時間が伸びる。ここで止まる。ここに到達する。また歌う。また声を出す。その一音。そこに時間が乗る。過去が乗る。痛みが乗る。ここで音が変わる。ただの音ではない。生きた時間になる。ここに意味がある。また彼女は止まらない。体が許す限り、声が出る限り、立ち続ける。ここで見えてくる。成功ではない。継続だった。それだけだった。だがそれが全てだった。やがて終わりが来る。
体は動かなくなる。声も出なくなる。ここで初めて止まる。だが遅い。それまで続けた。ここに重みがある。ここで全体がつながる。子供だった。売れた。批判された。壊れた。それでも歌った。この連続、特別ではない。だが異常だった。ここに本質がある。また彼女は言葉を多く残さない。だが行動が残る。歌った時間、立ち続けた時間、それが語る。ここに説得力がある。また彼女の人生は一瞬ではない。奇跡ではない。積み重ね、その連続だった。だから現実に近い。今にもつながる。苦しくても続ける。壊れてもやめない。その選択が残る。ここで静かに振り返る。子供の声、若い声、壊れた声、すべてがつながる。ここに人生がある。ここで一つ残る。彼女は最後まで歌った。それだけだった。だがそれが全てだった。ここで終わりに近づく。だが完全には終わらない。残るものがある。声ではない。続けた時間、それが残る。ここに全てがある。ここで静かに締める。明るくはない。だが深い。強くはない。だが残る。夜に聞くにはちょうどいい。静かに刺さる。すぐには消えない。ゆっくり残る。ここに価値がある。またこの人生は誰かに重なる。完璧でなくてもいい。続けること、それが意味になる。ここで完全に終わる。壊れながらも歌い続けた人生でした。才能ではなく継続が本質でした。終わる理由があっても止まらなかった。最後まで歌ったという事実が全てを語ります。私も売る覚えですが、復活した時にテレビで見ていました。私の母は亡くなった時に泣いていました。すごい方でした。津田梅子は日本初の女子留学生の一人です。だが帰国後、日本語を失っていた少女でした。居場所のない状態から教育を作り上げた人物です。理解されない中で進み続けた静かな執念の話です。それでは聞いていきましょう。この少女は自分の国の言葉を話せなかった。帰ってきたはずだった。だが戻れなかった。ここにズレがある。津田梅子という名前、後に教育を変える人物になる。だが始まりは孤独だった。6歳で海を渡る。理由は自分ではない。国の決定だった。岩倉使節団、その一員として送られる。幼すぎる年齢、意味もわからない。ただ環境が変わる。言葉が変わる。生活が変わる。周囲のすべてが変わる。ここで適応が始まる。聞く、話す、覚える。気づけば英語になる。日本語は使わない。少しずつ消えていく。記憶は残る。だが言葉は残らない。ここに違和感が生まれる。日本人だが日本語がない。少女はアメリカで育つ。学校へ通う。周囲と同じように過ごす。だが完全に同じではない。自分はどこに属するのか。その感覚が曖昧になる。日本人だが日本を知らない。アメリカにいるがアメリカ人ではない。このズレが残る。そして帰国する。日本へ戻る。だがそこは知らない場所だった。言葉がわからない。会話が成立しない。周囲が何を言っているのかわからない。自分の国なのに外にいる。ここで孤独が形になる。話しかけられる。だが答えられない。笑われる。距離ができる。居場所がない。ここで終わることもできた。合わせることもできた。無理に戻ることもできた。だが彼女は違う。無理に合わせない。自分を削らない。ここで選ぶ。再びが家出る。アメリカへ戻る。今度は自分の意志に近い。学ぶために戻る。女性が学ぶ環境、日本にはほとんどない。ここに差がある。なぜ違うのか。何が足りないのか。この問いが残る。
学び続ける。知識を増やす。だがそれだけでは足りない。どう使うか、ここが重要になる。再び帰国する。日本へ戻る。だが状況は変わらない。女性の教育は限られている。学ぶ場所がない。社会も理解しない。ここで止まる人は多い。実際に進む理由がない。だが彼女は止まらない。知ってしまったからだ。外の世界を知った。戻れない。知らなかった頃には戻れない。ここが分かれ目になる。教育を作る。だが何もない。支援がない。理解もない。資金も足りない。それでも進む。なぜか必要だと感じているから。理由はそれだけ。だがそれが強い。周囲は疑問を持つ。なぜそこまでやるのか。意味があるのか。理解されない。だが気にしない。自分の中で決まっている。女性が学ぶ場所を作る。その一点。小さく始める。だが続ける。環境は厳しい。思うように進まない。生徒も集まらない。信頼もない。ここで終わったと思った。だが終わっていなかった。続ける。改善する。少しずつ広げる。この繰り返し。派手な成功はない。だが確実に積み上がる。時間がかかる。だが止まらない。やがて形になる。学ぶ場ができる。津田塾の前身。ここで流れが変わる。女性が学べる。自分の意思で進める。小さな変化。だが意味は大きい。社会はすぐには変わらない。批判も残る。理解も広がらない。それでも続ける。ここに静かな強さがある。声を上げない。だが止まらない。押し付けない。だが引かない。この姿勢が続く。ここで見えてくる。派手ではない。だが確かに変えている。少しずつ広がる。教育の形が変わる。機会が増える。ここで初めて意味が出る。作るだけではない。続けることで価値になる。津田梅子は続けた。条件が揃っていなくても、理解がなくても、それでも止まらない。ここに核がある。孤独だった。だが止まらなかった。ずれていた。だが曲げなかった。その連続。特別な一瞬ではない。積み重ねの時間。それが形になる。ここで振り返る。6歳で外へ。言葉を失う。帰国して居場所がない。それでも進む。教育を作る。この流れ。すべてがつながる。知ったこと。戻れないこと。だから進むしかない。ここに理由がある。津田梅子は選び続けた。戻らない選択。止まらない選択。それだけだった。だがそれが全てだった。ここからさらに深くなる。成功では終わらない。続けることの意味が見えてくる。表には出ない時間がある。そこに本質がある。ここまでで見えるのは戻れない孤独です。理解されないまま進み続けた点が特徴ですね。ズレを修正せず、そのまま使った人生ですが、この先でそのズレがさらに意味を持ち始めます。ここから先はさらに静かで長い時間になる。成功の話では終わらない。むしろ続けることそのものの話になる。津田梅子は止まらなかった。だが声を上げることもなかった。静かに続ける。それだけだった。ここに特徴がある。目立たない。だが消えない。この形で進み続ける。学校は形になり始める。だが安定しない。資金は足りない。支援も少ない。常に不安定だった。ここで終わる可能性は何度もあった。だが終わらない。続ける。それだけを選ぶ。生徒は少しずつ増える。だが急には増えない。社会は変わらない。女性が学ぶ意味、それ自体が問われる。必要なのかと疑われる。ここで揺らぐこともできた。だが揺らがない。見てきたからだ。外の世界を、学ぶ環境を、その差を知ってしまった。だから戻れない。
この構造は変わらない。戻れないまま進む。この流れが続く。教育の形も変わる。知識だけではない。考えさせる。選ばせる。自分で決める。その姿勢を育てる。ここに違いがある。与える教育ではない。引き出す教育。だが理解されにくい。形が見えないからだ。成果が遅い。だから評価されない。それでも続ける。ここでも同じ選択。評価より必要。その軸が動かない。ここで一度深く落ちる。誰にも理解されない時間。生徒は来ない。資金もない。手応えもない。続ける理由が見えなくなる。ここで終わったと思った。だが終わっていなかった。続ける。理由は変わらない。必要だと知っているから。この一点が残る。だから動く。だから止まらない。時間が経つ。少しずつ変わる。卒業生が出る。外へ出る。それぞれの場所で動く。ここで広がる。見えない変化。だが確実に残る。派手ではない。だが消えない。ここに教育の本質がある。すぐには聞かない。だが後に聞く。津田梅子はそれを選んだ。目の前ではなく、先を変える。この時間の使い方。ここに意味がある。だが現実は厳しい。経営は苦しい。常に不安がある。続けるだけでも難しい。それでも止めない。また同じ選択をする。必要だから続ける。この単純さが強い。また彼女は変わらない。自分を大きく見せない。声を強くしない。だが方向は変えない。ここに一貫性がある。周囲は変わる。時代も動く。だが基準は変わらない。ここが核だった。やがて評価が追いつく。少しずつ認められる。だが急ではない。長い時間がかかる。ここにも特徴がある。遅い変化。だが確実な変化。学校は残る。形として残る。だが本質はそこではない。続けたこと。そこに意味がある。ここで振り返る。少女は言葉を失った。居場所もなかった。それでも進んだ。理由は大きくない。ただ必要だった。だがそれが全てだった。また彼女は選び続けた。戻るか、進むか、合わせるか。その中で戻らない。ここが分かれ目だった。条件ではない。内側の選択。それが道を作る。津田梅子はそれを示した。また彼女の言葉。女性の教育は国の力になる。その考え。理想ではない。実体験から出ている。学べる環境を知る。学べない現実を知る。その差を埋めるための言葉。だから重い。ここに説得力がある。時間は流れる。年齢を重ねる。だが止まらない。最後まで続ける。ここに一貫性がある。大きくは変わらない。だが深くなる。静かに積み上がる。ここで見えてくる。派手な成功ではない。だが消えない影響。それが残る。また彼女の人生は一瞬ではない。奇跡ではない。連続だった。積み重ねだった。それが特徴だった。だから静かに刺さる。強すぎない。だが確かに残る。晩年の姿。変わらない。続ける。教育を続ける。その姿勢が残る。ここで全体がつながる。ずれていた。孤独だった。だが進み続けた。その連続。特別ではない。だが強い。この人生は静かに残る。夜に聞くにはちょうどいい。明るすぎない。暗すぎない。ただゆっくり残る。言葉が消えても行動は残る。その形が教育になる。ここに意味がある。津田梅子の人生は目立たない。だが確実に広がる。その広がりは今も続く。小さな選択の連続。それが流れになる。ここで終わらない。まだ続いている。彼女が残した形の中で誰かが学ぶ。誰かが選ぶ。
その繰り返し、それが未来になる。ここで静かに閉める。大きな音はない。だが消えない。余韻だけが残る。それがこの物語だった。そして今も続いている。見えにくい形で、静かに広がりながら、ここで再び思い出す。言葉を失った少女、居場所を失った少女。それでも進んだ。ここから全てが始まった。戻れないまま進む。その選択が残る。変えようとしたのではない。必要だから続けた。その結果が残る。ここに流れがある。無理に広げない。だが止めない。それが広がる理由だった。ここで終わりに近づく。だが完全には終わらない。続く形が残る。それが教育だった。そして人生だった。戻れないまま進み続けた人生でした。理解されなくても止まらなかった点、ズレを消さずに使い続けたことが特徴です。派手ではないが確実に社会を変えた流れです。それではまた次回の主役で。